1947年7月8日、カリフォルニア州ムーロック陸軍航空基地、後のエドワーズ空軍基地、前日の7月7日から正午までの2日間に、米空軍の将校将兵、そして民間女性秘書を含む計10名以上が、独立に空に銀色の円盤や卵型物体を肉眼で確認した。第4空軍 A2 情報部は、この報告書を1947年8月18日に発行した。シノプシス欄にこのように記された。これ以上の調査は本部では検討しない。本動画で扱うのは、米国連邦捜査局 FBI が保管していた、米国陸軍第4空軍 A2 情報部の調査報告書だ。出典は、FBI 機密ファイル 62H983894 セクション3。関連ページ60番から72番。報告書のファイル番号は 1208I と付与されている。発信は米国陸軍第4空軍 A2 情報部ハミルトンフィールドカリフォルニア。発信者は中佐ドナルド・エル・スプリンガー。発信日は1947年8月18日。事件発生は1947年7月7日から8日の2日間。場所はカリフォルニア州ムーロック陸軍航空基地。現在のエドワーズ空軍基地である。目撃者は同基地配属の米空軍将校将兵及び民間女性秘書を含む計10名以上。本件は米空軍が後に立ち上げる未確認飛行物体報告調査計画プロジェクトサインの初期記録に分類された。本動画ではこの事案を FBI 報告書及び証人7名の宣誓供述書に基づき4つの場面に分けて紹介する。ケース1前日伏線。ケース2午前のピーク。ケース3正午の連鎖。ケース4当局の沈黙。ケース1から4を紹介する前に本件に関わった機関と人物の背景を整理する。事件発生地ムーロック陸軍航空基地は、カリフォルニア州モハーベ砂漠の中心部にあった。本基地は X1 超音速試験機や XP-84 ジェット戦闘機を含む実験機の試験飛行を担う施設だった。事件発生6ヶ月後、1947年10月14日には、ここでチャック・イエーガー大尉が音速突破を達成している。事件を調査した米国陸軍第4空軍 A2 情報部のスプリンガー中佐は、管轄区域内の未確認飛行物体報告を取りまとめる立場にあった。実地調査は、CIC 情報部隊員トーマス A. マクミラン、情報部将校ハリー D. ブラック隊員の2名が分担して、7月11日から8月13日にかけて、宣誓供述書を採取した。本件で宣誓供述書を残した米軍人は計6名。さらに民間女性秘書1名。基地司令官ギルキー大佐自身も別個の口頭証言を残している。ケース1前日伏線。FBI 報告書 1208I によれば、1947年7月7日午前10時10分、ムーロック陸軍航空基地、試験パイロット少佐 JC ワイズは、XP-84 ジェット戦闘機を地上で試運転中だった。宣誓供述書によればワイズはこう記録している。全員が空を見上げているのに気づいた。北方高度約1万から1万2000フィート、約3000から3600メートルに物体があった。最初は気象気球かと思った。だが振動しながら前方へ回転するように動き、高度を失わずに飛行していた。物体は西から東へ時速約200から225マイル、約320から360キロで飛行。色は黄白色。形は直径約5から10フィート、約 1.5 から3メートルの球体。ワイズはこう書き留めている。P80 機で追跡する時間がなかった。この事案は翌7月8日の連鎖目撃の前日に発生した独立事案だ。発生時刻も翌日午前のピーク時間帯とほぼ同じ午前10時台。同一基地の管制空域で2日連続の目撃が記録された。ケース2午前のピーク。1947年7月8日火曜日。午前9時30分。ムーロック陸軍航空基地。第41444基地ビレッティング担当のジョセフ・シー・マクヘンリー中尉は、ポストエクスチェンジで部下と会話していた。マクヘンリー中尉はこう発言した直後だった。フライングディスクとやらを実際に見せてもらうまでは信じない。事務所への帰路で航空機の音を聞き空を見上げると、銀色の物体が2機。形は球状、または円盤状。高度約8000フィート、約2400メートル。時速約300マイル、約480キロ。
方位320度モハーベ方面へ。マクヘンリー中尉は近くにいた軍曹ジェラルド・イー・ナウマン、軍曹ジョセフ・ルボロ、秘書のジャネット・マリー・スコットに上空に何が見えるか確認を求めた。3名全員が独立にこう回答した。フライングディスクだ。マクヘンリー中尉はさらに目撃者を増やすため医務室へ走り、看護師ナウム夫人及び追加の7名を呼び戻した。戻った時には最初の2機は消えていた。だが続いて銀色の球状物体1機が高度約8000フィート、約2400メートルで北端を旋回。最初に2名が同時発見し、マクヘンリー中尉の呼びかけでナウム夫人と他5名が加わり、9名中7名が肉眼で確認した。マクヘンリー中尉は宣誓供述書にこう記録した。気球にしては旋回が密すぎる。航空機にしては軌道が激しすぎる。鳥でも気球でも航空機でもありえない。秘書スコットも同時刻の独立宣誓供述書を残した。ムーロック基地配属18ヶ月。全機種に精通している。あれは気象気球でも航空機でも鳥でもなかった。さらに、ビレッティング事務所配属の上等兵 T.C. ロビンソンも、同時刻に2機の円盤を北西方向、高度7から8000フィート、約2100から2400メートル、時速300から400マイル、約480から640キロで肉眼で確認した。ロビンソンは宣誓供述書にこう記している。視力は 2.0。1943年以来、全機種に乗務してきた。このようなものは生涯見たことがない。ケース3正午の連鎖。同日午前11時50分。基地北部ロジャース乾いた湖の第3エリア。試験パイロット隊員ジョン・ポール・ストラップは観察車内にいた。任務は P82 射出座席実験の上空観察。P82 が2機と A26 が1機が高度2万フィート、約6000メートルに編隊飛行していた。その時上空に丸い物体が出現。色は白いアルミニウム。最初は射出座席の早期射出かと思った。だが落下速度が異なる。後に射出された本物のパラシュートと比較し、その約3倍の速度で降下。物体は西寄りにマウントウィルソン方向へ流れた。横向きシルエットが見えた瞬間、楕円形の輪郭が明らかになった。上面には2つの突起。煙、炎、プロペラ庫、エンジン音、推進手段。何もなかった。約90秒間、観察者5名のうち4名が肉眼で確認した。判明している同乗者は1名。ライト基地オハイオ州ディトンの民間人レンツ氏。他4名の氏名は記録されていない。ストラップは結論として宣誓供述書にこう記録した。人工物。直径約25フィート、約7メートル半。高高度から投下されたかのような奇跡。同じ正午頃に基地内では別の独立目撃も発生している。技術部少佐リチャード・ R. シュープは、ギルキー大佐の注意喚起を受け、北方約5から8マイル、約8から13キロ上空の物体を観察した。色は薄い金属色。太陽光がアルミウム面を反射するかのように動いた。物体は中高度から振動するように降下し、地表近くまで降りた。その後再上昇し、高高度で遠方へ移動した。視認時間は約8分。シュープの宣誓供述書にはこう記されている。同じ物体を妻も同時に肉眼で確認した。基地司令官ギルキー大佐自身も同じ正午頃に物体を観察していた。ただし大佐は別個の口頭証言で異なる結論を示すことになる。ケース4当局の沈黙。1947年8月11日。基地司令官ギルキー大佐は、情報部将校のハリー・ディ・ブラック大尉に対し、別個に口頭証言を残した。証言はこう記録されている。自分が見た物体は私変であり重要でないと信じた。報告に値するほど明瞭に見えなかった。この時点で大佐の部下たちは、計7名が宣誓供述書を残し、看護師ら追加7名を含む計13名以上が独立に目撃していた。1947年8月18日。米国陸軍第4空軍 A2 情報部のスプリンガー中佐は、ファイル 1208i の表紙を発行した。表紙のシノプシス欄にはこう記された。1947年7月8日午前10時頃ムーロック飛行試験基地周辺で2件のインシデントが発生した。続けて1号だけが記された。これ以上の調査は本部では検討しない。配布先は米空軍2部、空中防衛軍団1部、第6軍1部、FBI サンフランシスコ支局1部。同年8月21日。FBI サンフランシスコ支局はこの報告書を受領した。続いて8月26日。FBI サンフランシスコ支局は本部の長官に対し転送メモを発行した。
一方 FBI 内部の調査は独自に継続していた。1947年7月30日付のビューローブレティン42号に基づき、各支局は管轄内の未確認飛行物体報告を本部に逐次報告するよう指示されていた。1947年8月15日には、FBI ビュート支局がアイダホ州ツインフォールズの目撃事案を本部にテレタイプで報告している。第4空軍と FBI は同じ事案群に対し対照的な対応を取った。本件はその後、米空軍が立ち上げる未確認飛行物体調査計画プロジェクトサインの初期記録に分類されたが、第4空軍 A2 情報部の判定の通り、追加調査は実施されなかった。4場面の事実比較。ケース1では、1947年7月7日、午前10時10分、試験パイロット少佐ワイズが、XP84 試運転中に、北方上空1万から1万2000フィート、約3000から3600メートルの黄白色球体を肉眼で確認した。ケース2では翌日、午前9時30分から10時の間に、米空軍将校将兵4名、及び民間女性秘書1名、さらに看護師ら追加7名を含む計13名以上が、銀色の円盤2機を独立に肉眼で確認し続いて、1機の旋回も観測した。ケース3では同日正午前後にストラップ隊員ら観察者5名中4名が、ロジャース乾いた溝上空に楕円形物体を90秒視認し、独立にシュープ少佐とその妻も基地北方に別の薄い金属色物体を約8分視認した。ケース4では、同年8月11日に、基地司令官ギルキー大佐が私変であったとする口頭証言を残し、8月18日に第4空軍 A2 情報部スプリンガー中佐がファイル 1208i の表紙に、これ以上の調査は本部では検討しないと記録した。FBI 内部ではビューローブレティン42号に基づき、独自の目撃情報収集が継続された。本件は米空軍が立ち上げる未確認飛行物体調査計画プロジェクトサインの初期記録に分類された。これら4つの場面に分かれる事件記録は、米国連邦捜査局 FBI が公式に機密解除し公開している記録だ。出典は、FBI 機密ファイル 62H983894 セクション3。関連ページ60番から72番、および85番。報告書のファイル番号は 1208i。発信は米国陸軍第4空軍 A2 情報部ハミルトンフィールドカリフォルニア。発信者は中佐ドナルド・エル・スプリンガー。発信日1947年8月18日。第4空軍 A2 情報部は、この事案についてこれ以上の調査は本部では検討しないと判定した。FBI 及び米空軍は本件について物体の正体に関する結論を公式には示していない。本チャンネルはアメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式記述に忠実に紹介するチャンネルです。今後も世界各地、各年代の事案を取り上げていきます。